Everyone 宗藤ちゃんです。本日の動画は腐った木材の骨組みを交換し雨漏りを修理していきます。このキャンパーがこれからどうなっていくのか気になる方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、通知オンしてください。よろしくお願いします。前回内装を全部取り外したので天井を支えるものが何も残っていない状態なので、屋根に上がる前にまずは下がってきている天井を本来の高さまで持ち上げて、つっかえ棒でしっかり支えておきます。当時はまだ1月。屋根の作業の前にまずは雪下ろしから。温暖化のせいか最近のニューヨークは雪が少なくなってきたけど、年に何回か積もります。最初に取り掛かるのは雨漏りしていた古い天窓の交換。新しい天窓は前のオーナーが用意していたものをそのまま使います。腐ってるだろうと思ってたからすぐ崩れるかと思ったけど、意外としぶとい。ネイルもびっしり打たれてて外すのがなかなか大変。最後はもう力技でバキッと。開口部のフレームができたら天気が崩れる前に急いで天窓を取り付け、まずは溶剤できれいに拭いてから止水テープをしっかり貼って天窓を配置してネジ止め。
テープがしっかり潰れて密着するように一つずつ丁寧に留めていきます。次は一番状態が悪かったこの部分。レシプロソーダとアルミの外装を突き破りそうなので、仕事場で見つけた古いマルチツールを借りてきました。細かい作業にはこっちの方が合ってる気がします。ブレードは買ってきました。はい、上からネイルが何本も打たれていて本当に外しにくい。腐ってる部分はバキバキに崩して割って剥がして、なんとか一番下の層は取り外せました。続けて上のレイヤーも作業していきます。これで悪かった部分はだいたい取り切れたと思います。新しい骨組みを入れる準備として、残っているネジや釘をきれいに処理していきます。ここからがリビルドの工程です。木材をサイズに合わせてカットして組み直していきます。
ちも消えた。はい、おはようございます。昨日これね、ここにつけるやつだったんですけど、僕がね、下がね、ここに生えてて、ここがない状態にしなあかんのに、それを逆にしてしまって、もうかなり夕方で、もう時間があんまないなっていう時にそんなことをやってしまって、材料がもうここの支えになってた木しかなくて、こんな薄いのに差し替えてもう一本作るっていうことになってしまって、まあそれもまたね、バタバタやったんで、結局ここにこんな隙間が空くみたいな。大丈夫っしょ。まあ昨日の最後はバタバタしてたんで、一応報告だけ取っときます。配管が通っていた部分は横にずらして木材を継ぎ足し、ちゃんと屋根を支えられるように。下の縦材と奥行きがずれていたので、一度仮にネジを打って釘抜きで引っ張って位置を合わせました。これで一番ひどかった部分の修復は一段落です。続いて今直した箇所に排気用の穴を開けていきます。まずは煙突のパーツを外してきれいに掃除。お、ずれた。めっちゃずれたじゃん。かなり強引に調整してますね。とりあえずプライマーだけ塗ってみました。ちゃんとできてないところから多分水が入ってきてる。この隙間空いてるし。で、やっぱりまだサイドの屋根の継ぎ目が怪しいので、J レールを外すついでに止水テープを貼り直すことにしました。こんな感じで浮いてるもの。ゴミが入るイコール水が入ってるってことだ。もちろんメインの煙突も一度外して付け直します。
これね、外が高くて中が低いと水がここに溜まっちゃうんで、上げないとどうしてもどう考えてもダメだよね。こうやって作業しているとやっぱり気になっちゃって、直せるところは今のうちにやっとこうってなりますね。煙突のパーツをきれいにしています。外して分かったのは、思っていた以上に交換していなかった枠が傷んでいたこと。戻す時にネジが効かないとまた雨漏りの原因になるので、結局交換することにしました。さっき言ってた端の方だけ屋根が高くなっていたのは、サイドのアルミシートが長すぎたせいだと判明。少しカットして高さを調整しました。こっちの方が高くなってますね。ちなみにこの辺り無音でスローになっているのは、知らないうちにスローモーションモードで撮っていたせいです。この茶色い板が邪魔で水漏れの場所が目視できなかったので、思い切って剥がすことに。でもこれ骨組みの上に乗っているから、端をカットして割って引っ張り出して、かなりの力技でした。板の上面はしっかり水の跡。やっぱり水が入ってきていたのは継ぎ目の部分ですね。雨が、過ぎてですね、やはり雨水がの跡がついてるんで、ここにも水の跡が出てるので、この継ぎ目が雨漏りの原因のようです。
上か全然くっついてない。下はかろうじてくっついてるけど。古い止水テープを剥がして表面をきれいに整えてからネジの周りの歪みを修正、そして新しい止水テープを貼ってしっかりとネジで固定していきます。結局水漏れを根本から直すにはこれしかないですね。そんなに漏れていなかった後ろ側も念のために止水テープを貼り直しておきます。水漏れは止まったんですが、念には念を入れて、ネジの周りからも水が入る可能性があるので、仕上げにラバーペイントを継ぎ目に塗っておくことにしました。ちょっと疑ってたけど、これが意外とすごい。乾いても柔らかくてしっかり防水もしてくれる感じがします。フレームに問題がない状態で水漏れだけが気になるって場合は、このペイントだけでも解決できるレベルですね。ちょっとコストはかかりますけどね。思った以上に大変な作業でした。もう漏れていないですね。雨漏りは継ぎ目の止水テープの経年劣化が原因でした。漏れる前の定期的なラバーペイントによるメンテナンスが一番効果的かなと思いますね。本日はここまでです。次回もお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。本日の動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いします。それではまた。See you next time. Bye.